はようございます。たかしです。本日は7月23日火曜日、ただいま8時42分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどサブスク利用料がちょっと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとしてノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を満たされた方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は下髭の陰線、これですね。で、ここのところ GMMA の青帯にぶつかってますので、基本は反発してきているんですね。過去の動きを見てもずっと GMMA の青帯から反発しているのがわかります。ただ、ここに白いトレンドラインが引いてありますので、その辺付近までの下落は考えておきたいですね。現在地から下落してくればだいたい 200.5 とか、そのあたりまでの下落はイメージしておいてください。ただし現在地付近から上昇する可能性、昨日の下髭なんかを見てもここから上昇する可能性はあります。ストキャスティクスは安値圏ですね。ですので昨日の高値を上抜ければ上昇、昨日の安値を下抜ければ下落っていうところを見ておくと分かりやすいと思います。では4時間足です。4時間足では今ダブルボトムみたいな形を作ってきておりますね。先ほど言った昨日の高値を上抜ければ上昇、昨日の安値を下抜ければ先ほどの日足で言っていたこのトレンドライン付近まで 200.5 ぐらいまでの下落を考えておきたいです。現在はダブルボトムと言っても直近ずっと下落トレンドです。高値を切り下げてきてますよね。そして安値も更新してきている。昨日の下落はさらに安値を更新してきているので、基本は下落トレンドなので、また上昇してくれば昨日の高値ぐらいでは再び下落方向に動きやすいとは考えておいてください。基本的には昨日の高値を意識しておくこと、そして GMMA の青帯を意識しておくのがいいと思います。なのでその辺付近まで上昇してくればそこからの下落の流れ、そして昨日安値付近まで下落してくればそのまま下抜けていけばそこからのさらに下落を考えておけばいいですし、もし昨日安値付近で下げ止まるのであればちょうどこの昨日安値はダブルボトムになってますので、トリプルボトムでの上昇も考えられます。では1時間足です。基本的には先ほどの4時間足の考え方ですね。1時間足ではゾーンと水平線を引いておりますので、この辺の水平線、そしてゾーンを意識しておくといいと思います。この白いゾーンが 204.7 付近ですね。このあたり過去のサポートされているポイントですので、ここがレジサポになってくる可能性がありますので、上昇していけばまずは直近の高値、204円付近は意識されるポイント、そこを上回ってくると 204.7 付近が意識されると考えておいてください。まずは先ほど言ったように昨日の高値、安値を意識しておく、それを抜けた方についていくという考え方が分かりやすいです。ではドル円を見ていきましょう。ドル円日足はこの白いトレンドラインを下抜けております。なおかつ GMMA の青帯で今上値を抑えられている感じですよね。なのでここからの下落をしていくのであれば、この白い水平線155円とか 154.5 ぐらいまでの下落を考えておきたい。ただここまで下落してくると最終的には152円ぐらいまで下落すると考えておきたいです。ただし、もしここから上昇していった場合、現在地付近から上昇した場合はトレンドラインの内側に戻してくれば再び162円を目指して上昇すると考えられますので、現在地付近から下落するのか、それともトレンドラインの中にまた戻してくるのかっていうところに注目です。昨日のローソク足は下髭陰線ですが、陰線ですのでもう一度本日下落する可能性はありますよね。もし本日もう一度下落してくれば155円ぐらいまで下落しきるのか、それとも昨日安値付近からもう一度上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはゴールデンクロスしてますがちょっとまだ弱いですね。では次は4時間足です。4時間足には黄色のゾーン、白いゾーンを描いておりました。ちょうど昨日の動きは黄色のゾーン、先週の金曜日から黄色のゾーンで上げ止まっていた感じでしたので、ちょうどここには GMMA の青帯もありますし、昨日はそこからの下落になっております。本日もう一段先週の木曜日ですね、155.5 付近を目指して下落できるのかどうかっていうところに注目です。逆にこのまま上昇してきた場合、黄色のゾーンを上抜けてくると次は白いゾーンぐらいまで上昇していくと考えますので、本日の動きとしてはこのまま下落していけるのか、それとも黄色のゾーンを上抜けてくるのであればそこからのもう一段の上昇で白いゾーンぐらいまで159円ぐらいまでの上昇がイメージできますので、その辺の動きを見ておくとトレードがやりやすいと思います。では1時間足です。1時間足は方向感がありませんね。昨日は GMMA の青帯を下抜けてそこからちょっと上値が重い感じ、そして金曜日は GMMA の
の青帯の上で動いておりましたので、今この GMMA の青帯意識されているのがわかりますね。ですので本日は GMMA のこの青帯を上抜けるまでは下落方向を見ておく。上抜けてくればそこから上昇方向でもいいんですが、すぐにこの黄色のゾーンに差し掛かってきますので、もし押し目買いをするのであれば、この黄色のゾーンを上抜けてから、先ほど4時間足で言ったイメージですね。ここを上抜けてから白いゾーンまでの上昇についていくのがいいと思います。逆に現在は GMMA の青帯で上値を抑えられているので、ここからの下落がイメージできますので、ここから下落できるのかどうか、それとも上抜けてくるのかっていうところが本日の注目ポイントです。基本的には分かりにくい動きをしてますので、トレードは慎重に分かりやすいところに来ればトレードをするっていう考え方を持っておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。